でもそれはね、ちょっとセオリーかなぐらいで、思っててもらってもいいかなと思います。製造の細部にもこだわってるし、デザインにもこだわってるからっていうことなんですよ。ちょっと注目してもらいたいのはここです。ここが特許取るっていう。こんにちは。こんにちは。今日もお願いします。お願いします。今日はね、イタリアからめっちゃ可愛いランチョンが入ってきたので、ご紹介したいなと思います。少しね、お値段するんですけど、ものすごい使い勝手のいい可愛らしいので、今からご紹介したいと思います。でこれはね、プルメリアというブランドで、初めてオーダーしました。でこのランチョンをオーダーしたのは、私去年の9月にシンガポールの展示会に行ったんですけど、そこでオーダーしたやつなんですよ。ということは結構もう半年以上。半年以上。でね、手作りなのよっていうふうに聞いてたから、急いでこの時までに必要な商品とかじゃないから、ゆったり待ってたんですけどね、どうしてそれだけ時間をかけて作るかっていうのは、やっぱりこう製造の細部にもこだわってるし、デザインにもこだわってるからっていうことなんですよ。でちょっとね、今日はこのもうすぐねミモザの季節なので。このテーブルクをミモザ色にして、お届けできたらなと思って、まずはね、そうか、このテーブルコーディネートを見ていただきたいなと思うんですけど、めちゃくちゃ鮮やかですね。このマスタード色っていうかね、色はこうなんていうんですかね、私すごい気になってる色なんですよ。去年ぐらいからすごい気になってて、でお洋服で言えばね、この色の全身のコーディネートをするというよりは、こう差し色にすごいやっぱね入れると、ちょっと何年か前のお洋服でもね、すごいこう生き生きと蘇るというか、でインテリアなんか特に毎年買えるものとかじゃないじゃないですか。だからね、こういう色をプラスしてもらったらね、すごい今までのこうシンプルなこうモダンなインテリアにされてる方も、それからすごくクラシックなインテリアにされてる方も、ものすごくこう若々しく生き生きと蘇りますので、ぜひこういう色をね、何かこう小物で入れていただいたらなと思います。で今回はちょっとこのテーブルクロスでやってみました。でこれまたね、ポルトガルのメーカーで防煙防水加工をしているテーブルクロスにこうお仕立てして、可愛いこのアンティークのね、部材をつけてます。可愛いですね。いいですよ。オリジナルで作ってます。まだこれちょっとね、制作これからになるんですけど、ぜひね、テーブルクロスも合わせてコーディネート見ていただいたらなと思います。で最初にやっぱりこのブランドにパッとこう目がいったっていうのは、まず色ですよね。でね、イタリアもそのフランスに負けないぐらいやっぱりファッションの国で素晴らしい色出しをするんですよね。その素晴らしい色出しができるっていうのはやっぱり素材にもこだわってるし、生地のねクオリティにもこだわってるっていうので、素晴らしい色出しができるんですけど、イタリアってちょっとねフランスと違って少しね激しいんですよ。いい色がね。でこうちょっと日本のこうインテリアにはなんかちょっとこうキッチュな感じがしてあんまり馴染まないかなって、すっごく可愛いんだけど、こう選べなかったりするんですけど、このメーカーはすっごい色合いが優しいし、それからコーディネートが日本のね住宅にもピタッとくるんじゃないかな、そしてこうピリッとしたこうスパイスに、ねなるんじゃないかなと思って、入れました。こちらのランチョンなんですけど、これ自立して立つぐらいなんで、これすごいしっかりしてるんですけどね、こちら、表面は布地です。で布地にオイルとそれからウォータープルーフの加工をしてあるそうなんです。で普通ね、そのウォータープルーフの加工をするともうなんかすごい、ちょっと光沢が出たり、もういかにもこうやってますよみたいな、これはもう大丈夫ですよみたいな、なんかね、どう言ったらいいんですか、少しチープな感じがどうしてもしてしまうんですけど、全然わからないでしょ。こう本当にこれ、自然な雰囲気が、布そのままなんですよね。それ本当に拭いて使っていただけるということです。で裏はね、こんな風な感じでプルメリアメイドインイタリーって書いてます。これコルクなんです。コルクなんですね。でこのちょっと注目してもらいたいのはここです。ここが特許取るって言ってました。今
出願中っていうことでした。こんな風な感じで綺麗にできないんですって。でこれは、はい、布とそれとこの布の下に、ちょっと緩衝材のような素材と、それとこのコルクとこうギュッと圧縮してこう成形してるんですけど、ここのね、その処理が一番手間がかかるし大変なんだって言ってました。でここがうまくいかないとやっぱりちょっと盛り上がったりとか、ギュッと潰れたりとかして全然こう素敵にならないんですって。ね、そういうのでこう一個ずつ手で作ってるので、時間がかかったんだっていうことです。これやっぱ手作りなんですね。そうなんです。やっぱりね、お客様に、をお招きするときに、ちょっとねウォータープルーフの出すってどうかなっていう感じなんですけど、もうこれ全然素敵ですし、今日はね、このテーブルクロスとのコーディネートをしてますけれども、もちろんテーブルに直接置いても全然こうチープな感じしないし遜色ないのでね、もう普段のお食事の時にそのテーブルクロスまでっていうことでしたらテーブル直接にね置いていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、カーテンの時とかもお話しするんですけど、やっぱカーテンってもう可愛いわって見ていただいて、それでオーダーしていただくんですけど、ちょっとねご予算の都合とかで、ちょっと今回レースはやめときますとか、それからカーテンタッセルはねちょっと今回はもう今手持ちのしますねっていうふうにおっしゃって、やっぱり後からねやっぱりレースもしたいしそれからもうタッセルもオーダーしますってそうですね、ほとんどの方がおっしゃられること多いですね。っていうのはね、どうしてかというとそれ自体もこう物って可愛いんですけど、やっぱり組み合わせることによって可愛らしさ倍増していくんですよね。なので反対にこう組み合わせたところをこう見てこう単品を買うっていうのはお家に、連れて帰った時にね、なんとなくお店で見たより見たほど可愛くないわっていうふうに思われたら、やっぱりそのコーディネートがちょっと足りないので少しプラスしていただいたらいいんじゃないかなと思います。これから可愛い女子会をイメージしてだいぶ変わりましたね。これはブランドジュレのオリジナルのね、このリネンのテーブルクロスと合わせてるんですけど、ちょっとこう優しい雰囲気で作ってみました。全然男性も恥ずかしくないと思うので、大人な、女子会ができるかなって思います。ご家族のね集まりでもいいですし、やっぱここは、円形のテーブルなので、こう2種類ね、こちらと無地の方はこうスクエアの形になってるんですけど、オーバルの方で合わせてみました。そちらでも可愛いかなと思いますけど、テーブルね2種類見ていただいたんですけど、下にもね作ってるので、ぜひ見てください。下はね6人ぐらいかけれるテーブルなので、またちょっと雰囲気変わるかなと思います。じゃあ行きますね。行きましょう。やっぱりねいろんなシチュエーションがあるんですよね。お一人暮らしの方もいらっしゃるし、お子さんがいらしてとかもあるので、そのままね使っていただくっていうのもしかしたら難しいかもわかんないんですけど、こんな感じですよ。可愛く作ってあるんで。こちらは、テーブルが180センチのテーブルに作っていますので、一応6人のセットにしました。ちょっともうこれ以上は無理かなと思うので6人のフルセットになってます。で上で見ていただいたランチョンなんですけど、こちらはスクエアのねこの形を作ってます。で使いました。でこれは6色あるんですけれども、白だけねちょっと形違うんですよ。このスクエアの。であとの5色はこういうこうなんか、スカラップになってる形なんですね。ちょっとその縁の曲で線白っていうのはねやっぱり若干フォーマルな感じがするんですよね。なので、私もしこのランチョンを揃えていただく場合、複数人で使う食卓をイメージした場合は、白がいいなと思われたらぜひねちょっと白だけで揃えてもらうのが綺麗かなと思います。
今日はね、はい、こんな風にこういろんなカラフルなお色全色入れたんですけどね、これどうしてこういう風に、カラフルなお色入れてもおかしくないかって思われますか？これね、普通、はい、こんな風な感じで色々入れるとね、ちょっとやっぱりややこしいと思うんですよ。そうですね。なんかごちゃごちゃして見えがちだと思うんですけど、でそれがなんかちょこちょこちょこっと色がこう入ってる可愛らしさ出てるでしょ。そうですね。はい、これね、このテーブルクロスなんですよ。あ、クロス。はい、これでちょっとこう無地にね、この後しっかりね絞って揃えていった方がいいかなと思います。あ、これはそのテーブルクロスに柄があるからそれをこうそうなんですよ。柄があるというよりは、はい、このねこれ真っ黒ではないんですけど、この黒と白のジオメトリックというか幾何学模様のこういうところに入れると色って入りやすくなるんですよ。はい、これはベージュフロールの、フロアマット、それもそうなんですよね。すごくこうシンプルな感じのとこでもクラシックでこうちょっとごちゃごちゃしたところでもああいうこうジオメトリックのものを入れるとこう色が入りやすくなるんですよ。これは私発見しました。玲子さん流の合わせ方ですね、これは。でもそれはね本当にちょっとセオリーかなぐらいで思っててもらってもいいかなと思います。もう以前ね撮っていただいたベージュフロールのYouTubeの中でもお話してると思うんですけれども、ものすごく後のインテリアがやりやすくなるんですよ。ちょっと変わったでしょ？そうですね。かっこよくなった。はい。あれです。白と黒の、ちょっとかっこいい雰囲気にしてみました。何も変えてないんですよ。このランチョンを白で統一して、それでグラスをね、こういろんな色が入ってたのを白にしました。それだけで食器は全部一緒です。だけどすっごい雰囲気変わるので。そうですね。はい。なので揃えるとこれの良さが出る、余計に引き立ちますよね。ものって1個で見るよりやっぱ複数ある方が印象に残るので、何とも言えないね。これ真っ白ではないんですよ。こう生地の持つねこうニュアンスな白なんで。生地感結構あります、ね。はい。無地は無地ですごい綺麗です。なので4枚揃えると食器もそうなんですけどね、その食卓がそういう雰囲気になるので、今たまたま白でしましたけど、これ他の色でもそうです。揃えれば揃えるほど可愛らしさっていうのは強調されるんですね。はい。これが最後のテーブルです。またね雰囲気変わったと思います。この辺のお色だったら通年通して使っていただけますし、色を少し統一したことで素材の持ってるねこのカーキのこの綺麗なお色が強調されてすごい素敵なテーブルになったかなと思います。もうこれは通年通して秋に使っていただいてもちょっと植物ね変えていただいたら使っていただいてもいいですし、すごいフレンチなテーブルになったかなと思います。今回は、お色を絞って、2型をこうミックスはしてるんですけど、この無地のものとそれとこのゾウさんですね、ゾウさんのものと2種類作ってみました。でもお色をこのカーキ綺麗なこの素材の持ってるカーキで統一したので、すごくこう素敵なテーブルができたんじゃないかなと思います。でこのランチョンの持ってる素材感の良さもすごく出たかなと思います。でこのテーブルはねこのお色を絞ったっていうことですごくこう統一感も出たし、それからこのお色自体がこう通年を通して使っていただけるお色かなって思います。なのでこれ、今春なのでこのムスカリのこう球根を合わせてるんですけれども、秋だったら秋のお花を合わせていただいても全然そのまま使えますので、すごくお役立ちのワンセットになるかなと思います。今回ね、プルメリアっていうブランドを初めて取り扱って、それでも本当にデザインも機能も抜群、これなかなかね両立しないんですけどね、
はい、でもはい、すごく細やかな手作りで作られているので、今回入ってきたのも小ロットです。なのでぜひねいいなと思われたら日々の食卓をね楽しんでいただいたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねお願いします。